皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は XD 編第4回目で、前回のワイヤーフレームをもとに LP の PC 版を作成していこうと思います。はい。ではまずは Adobe XD を開いていただいて、新規ファイルのボタンを押して新しいファイルを作成しましょう。ショートカットはコマンド N です。Adobe XD で Web を選択すると1920ピクセルのアートボードが自動で出てきますが、Web サイトのコーディングといって作ったデザインを画面で動くように表示するステップがあるのですが、最近ではコンテンツ幅がだいたい1200ピクセルなので、アートボードは1400ピクセルにして一旦ドキュメントを作成しましょう。アートボードを1400ピクセルにして左右ギリギリに作ってしまわないように気をつけましょう。ちなみにこの横幅のサイズですが、市場で出回っているパソコンの横幅に依存するので、今後皆さんが使っているパソコンが大きくなると、またコンテンツ幅やアートボードの幅は広くなっていくので、デザイナーの方は常に横幅の最新情報を知っておくようにしましょう。で、アートボードができたら、まずはヘッダーのナビゲーションとファーストビューを作っていきます。ヘッダーの高さはだいたい8の倍数で作られることが多いので、最小で56ピクセル、最大でも80ピクセルくらいが適切な高さです。ヘッダーを小さくする場合は、サイト内により目を向かせられるというものがあります。また、ヘッダーを大きくする場合は、例えばナビゲーションの内容がかなり多い場合や、ターゲットとしているサイトの利用者がご高齢の方とかであれば、文字を大きくしなければならず、その分余白を取らないといけないので、ヘッダーの高さが長くなります。今回の LP ではそこまで情報がないので、ヘッダーの高さは64ピクセルにしておきましょう。入れる要素としては、ロゴと日本語と英語が切り替えられるようなボタンを置いておきます。次にファーストビューを作っていきます。この時覚えていただきたいのが、現在の PC の縦横比は16対9が主流です。ファーストビューが長すぎる場合はユーザーが離脱する原因にもなりますし、逆にファーストビューが短すぎると利用者へのインパクトが少なすぎて、それも離脱の原因になってしまいます。そこでヘッダーとファーストビューを合わせた数で、ファーストビューの高さは768ピクセルにして、その中で情報を見せるようにしておいた方がいいでしょう。この768ピクセルも現状推奨されている数字なので、今後変動する可能性があります。今回のワイヤーフレームには会社のキャッチコピーが入っているので、文字を大きめに配置して、背景の画像は株式会社黒のところをベースに、横断から黒で0 to 1000のイメージがつくように様々な線と点がつながっている画像があったので、こちらを持ってきました。これくらいのイメージだったらアニメーションさせて動くようにしても良さそうなので、実装するときにエンジニアの方と点がふわふわして線とつながっているようなアニメーションできないかと相談してもいいと思います。ちょっと話がそれますが、ここのアニメーションのところは WebGL という技術を使って実装することになります。一応弊社のエンジニア部門の得意分野なので、 WebGL で何かお困りの企業様がいらしたらご連絡ください。次に問題提起エリアですが、問題をただ並べるだけだと視覚的にユーザーに情報が入ってこないので、イラストか画像を入れるようにしましょう。今回は画像にしたいと思うので、横断でそれぞれの問題を想起する画像を検索していきます。横断は英語のサイトなので、システムデザインなどであればシステムなどで検索するといい画像を見つけることができると思います。そのような感じで6つの画像とテキストを配置することができたら、ただ置いてあるだけのデザインだと良くないので、Z 軸に画像が浮かんでいるような表現として、選んだ画像の下に同じサイズのアクセントカラーのオブジェクトを敷いて目立たせるという技があるので、そちらを使ってそれぞれの問題を目立たせていきましょう。またタイトルのところですが、自分の顔イラストの中からお困りというところなので、ガビーンな顔を選んで、プラスタイトルとなる文字をノトサンズ40ピクセルで下線をつけて、下のコンテンツとデザイン表現を変えるようにしましょう。
最後に背景は問題提起イコールネガティブな印象を持たせたいので、ファーストビューの黒と今回アクセントカラーで使っている明るいオレンジの補色である青を暗めにして配置してネガティブで暗い感じを出しましょう。次に商材の詳細エリアですが、今回紹介するのは商材ではなくサービスなので、名称サービス詳細エリアとしておきましょう。そして問題提起エリアと同じデザイン表現でタイトルと合わせて紹介のテキストと利用者に安心感を持ってもらえるような顔のイラストを配置していきます。この時背景は上の問題訴求と区別するために白などにしておくとサービス内容が入ってきやすいので書いておきましょう。サービスの紹介の下にはお問い合わせページに来ていただきたいので、コンバージョンのためのボタンを配置しておくようにしておきましょう。その下に弊社が提供しているサービスエリアとして黒が提供しているサービスでタイトルのデザイン表現を他と合わせたものを使い、リズムをつけたいために画像をサービスごとに左右で配置していってWeb、プリント、アザーズとしていきましょう。画像はもちろん横断で Web の場合は PC などで検索して探してくるといいと思います。あとは色味の調整のために Photoshop で少し色味をいじってもいいかもしれません。次に購入者コメントエリアですが、ここは前回もお話しした通り取引先のインタビューみたいなものを取っていないので、会社の代表のメッセージを入れることでお客さんの心理的な壁を下げていきます。合わせて動画で普段使っている自分の顔のイラストもあった方がよりお客さんに安心感を与えられるので、メッセージと顔のイラストは同じくらいのサイズで配置していきます。あとはもちろん YouTube への動線も用意しておきたいので、チャンネル登録者の載っているバナーもセットで置いておきます。次に Q&A エリアですが、ここも情報の属性が違うのでデザインの表現を問題提起エリアで使っていたお困りごとのカードの後ろにシェイプを敷くデザインを使い Q&A を作っていきます。ここの Q&A に関してはレイアウトさえできてしまえば後から中身の文言を変えることはエンジニアの方の工数はあまりかからないので、当たりの文言を一旦入れておいていいかと思います。次にフッターですが、こちらはトップページに遷移するための会社のロゴと About Us とコピーライトがあれば問題ないです。最後にファーストビューに目立たせるようにお問い合わせバッジを表示させたいので、使っているオレンジのアクセントカラーを使った丸いシェイプを置いてスクロールしても固定しておきたいので、プロトタイプタブのクリックして右のスクロール時に位置の固定をしておけばプレビューで位置が動かないようにすることができます。ヘッダーなどもこの方法を使えばプレビューで常に表示することができます。本日はこのような感じで Adobe XD を使った PC の LP 作成をしてみました。次回は今回作った PC 版をスマートフォンバージョンに作り変えていきますので、そちらもお楽しみにしていてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ